はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は3月権利確定。ここから狙う最強高配当銘柄と題してお送りいたします。今回は旭化成、証券コード3407についてお話しします。旭化成は家庭用品から高機能素材、さらには医薬品まで幅広い分野で事業を展開している大手企業です。最近の株価は決算発表後下落しています。従来予想していた計画を一点減益としたため大幅な下落となりました。それが3月に入って急激に上げています。こちらは発がん性リスク軽減型の医薬不型剤セルロース生産と EV 向け新型センサーが材料となったようですね。配当について見てみましょう。現在の株価水準で見ると配当利回りは約 3.3% 程度になります。時価総額1兆円を超える大型株で安定した配当は大きな魅力ですね。自己資本比率も 50% ほどで財務面でも安心できますね。新NISAの買いもかなり入っているようですね。それでは AI による株価の予想です。現在の株価1074円に対して目標価格は1108円で 3.17% の上昇余地があります。おしめを買って安定した配当をいただく戦略が適していますね。次はリクシル、証券コード5938に関してお話ししましょう。リクシルはトステムやエナックスなど5社が合併し、住宅設備と建材の分野で広く知られる大手企業です。1月末の決算で減益の発表がありましたが、株価に大きな影響はありませんでした。もともとこの企業は株価の変動はそれほど大きくありませんね。配当利回りを見ると約 4.7% となっています。この利回りはかなりの高配当と言えますね。ここ数年同配を継続しているのも高評価ですね。ただし今後のマイナス金利解除から利上げの方向性を考えると住宅設備と建材業界の業績も大きな影響を受ける可能性があります。それでは AI による株価の予想です。現在の株価1926円に対して目標価格は2000円で 3.84% の上昇余地があります。安定した株価と配当を目的に投資するのが良いでしょうね。最後は三共、証券コード6417に関して説明します。三共はパチンコ機の製造を手掛ける企業として知られています。パチンコ業界は娯楽産業の中でも特に日本特有の市場であり、景気の変動や規制の影響を受けやすい業界です。三共の株価については直近の決算発表を受けてかなりの上昇を見せています。この最も大きな上昇要因は1対5の株式分割ですね。それに合わせて増配も発表したため過去最高値を更新しています。配当利回りに関しては三共は業界内でも高い利回りを提供している企業の一つです。これは長期的な投資を考える投資家にとって魅力的なポイントとなり得ます。株主優待も実施しており、500株以上の保有で自社ゴルフ場ヨシカントリークラブの優待券がいただけます。群馬県在住の方でゴルフが趣味なら有効な優待ですが、ほとんどは換金でしょう。ネットで見たところ1枚4000円以上で売れるようですね。ただしパチンコ業界全体を考えると若い世代のパチンコ離れは顕著です。若者はパチンコ屋へ出かけず家でスマホゲームに課金する方が圧倒的に多くなっています。でもパチンコがなくなることはないと断言します。ちょっとコアな話ですが、この業界には自民党遊戯業振興議員連盟、通称パチンコ議連というものがあり、とても強い力で守られています。ちなみにパチンコを管轄するのは警察庁です。他にも競馬、農林水産省、競艇、国土交通省、競輪、オートレース、経済産業省などがありますね。ギャンブルには分類されませんが、宝くじ、総務省、最近では錯覚くじ、文部科学省もあります。これだけ利権が絡んでいると、ちょっとやそっとではなくなりませんよね。個人的な考えですが、この動画を見ている皆さんは、これらのギャンブルなどにお金を使わないでほしいです。逆に、こういったお金を吸い上げるシステムに投資をして、儲ける側になってほしいです。それでは、AI による株価の予想です。
現在の株価1696円に対して、目標価格は2348円で 38.44% の上昇余地があります。高配当で上昇余地もあり、日の丸のバックもついていますね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。